鏡と金。昔、遠江の国無限山のお坊様たちは、寺に大きな鐘が欲しいと思っていた。そこで、檀家の女たちに鐘を作る材料として、古い青銅の鏡を奉納してくれるよう呼びかけた。その頃、無限山に住んでいたある百姓の妻は、鐘を作る助けになればと思い、鏡を奉納した。しかし、奉納した後で出さなければよかった、と後悔した。母親がその鏡の由来について語ってくれたことなどをいろいろ思い出した。その鏡が母のものだっただけでなく、母の母も母の祖母も使ったものだった。自分もその鏡によく笑顔を映していた。もちろん、この鏡の代わりにいくらかのお金を包んでお坊様に差し出せば、母の形見の鏡を取り返すこともできた。だが、女はそれだけのお金を持っていなかった。お寺へ行くたびに境内の向こうに幾百と並んだたくさんの鏡に混じって置いてある自分の鏡が見えた。鏡の裏には松竹梅の浮き彫りがされているので、自分の鏡だと分かった。このめでたい松と竹と梅の花の文様は、まだ赤ん坊の頃、母が初めて鏡を見せてくれたとき、幼い女の子の目を喜ばせたものだった。いつか盗んで取り返して隠しておこうか、とも思った。そうすればずっと大事に宝物としてしまっておくこともできる。しかし、そうした機会は来なかった。そして女は大変惨めな思いになった。何か自分の大切な命の一部を愚かにも捨ててしまったような気がした。鏡は女の魂だという古いことわざを思い出したりもした。そしてそのことわざが真実であること、それも自分が思っていた以上に不気味なまでに真実であることを女は恐れた。しかしその悩み、苦しみを女は口に出して人に言ったりはしなかった。奉納された鏡が無限山の鐘のためにすべて鋳造所に送られたが、職人たちはその中にどうしても溶けようとしない鏡が一つあるのに気がついた。何度も何度も火をくべて溶かそうとしたが、どうしても溶けない。この鏡を奉納した女が、その奉納を惜しんでいることに違いないと思った。本心から奉納したものでないと、女の執念が鏡に残り、炉の中でも鏡は冷たく、硬く、溶けずにそのまま残るのである。この話はじきに皆の耳に伝わり、その溶けようとしない堅くなな鏡が誰のものなのか、じきに分かってしまった。こうして自分の心の中の秘密や
業が世間に知られてしまったとき、女は大変恥じ入り、また深く恨んだ。やがて世間の白い目に耐えられなくなり、書き置きを残して川に身を投げて死んでしまった。遺書にはこんな言葉がしたためてあった。我が身果てれば鏡は溶けて金を作ることができましょう。しかし誰かがその金を突き破ることができたならば、我が霊の持ち目を持って富を授けましょう。怒り狂って死んだり自害したりした人の最後の願いや約束は神通力を備えていると言われている。死んだ女の鏡が溶かされ、金が見事に鋳造された後も、世間の人々はその遺言の言葉を覚えていた。人々は女の霊がその金を突き破った人に必ずや万金の富を授けるに相違いないと信じていた。それで寺の境内に金が吊るされるや否や、大勢の人が金を突きに押し寄せた。皆必死に力いっぱい金をついた。しかし金は立派な金で、皆が寄ってたかって叩いてもびくともしなかった。だが人々はそれくらいで諦めたりはしなかった。来る日も来る日も朝から晩まで皆狂ったように鐘を鳴らし続けた。そうなるとお坊様が止めても誰も言うことを聞かなかった。毎日鳴り続けるその鐘の音は皆の苦痛の種となり、お坊様たちにはその鐘が耐え難いものとなった。それでお坊様たちは鐘を外すと山から転がして沼の中へ捨ててしまった。沼は深く、その深い沼が鐘を飲み込んだ。それがその鐘の最後だった。後にはただ伝説だけが今日に伝わり、その鐘は無限鐘と呼ばれているのである。ところで、なぞらえるという言葉がある。この言葉は神秘的な力を信じる行為の言葉で、様々な宗教的な行為に使われ、空想的な奇跡的結果をもたらす行為としても使われている。なぞらえるの通常の意味は、真似る、例える、見せるなどである。しかし、本当の意味は、想像し、あるものやある行動をそれ以外のものや行為に置き換え、そうすることで奇跡的な結果をもたらすことである。例えば、あなたにはお寺を建てることはできない。しかし、あなたでも、あなたが仮にお金持ちで、お寺を建てようと決心するときと同じような気持ちで、仏像の前に小石を置く。そのようにして小石を差し出すことの功徳は、お寺を一つ建立することの功徳と同じになる。あなたは仏教の
6771巻のお経をすべて読むことはできない。しかし、あなたはそれを中に収めたマニ車を作って回すことはできる。そして、6771巻のお経を読みたいという思いを込めてそれを回せば、そのお経を読んだと同じ功徳が得られる。なぞらえるという言葉の宗教的な意味である。空想的な意味では、様々な例なしに説明が難しいが、次の例で説明する。シスター・ヘレンが呪いの蝋人形を作ったと同じ理由で、あなたが小さな藁人形を作ったとする。そして牛の国にお寺の森のどこかの木にその人形を長さ5寸以上もある釘で打ちつけたとする。そしてその藁人形で空想で描かれた人がその後恐ろしい苦しみのうちに死んだとする。そうなればなぞらえるという言葉のもう一つの意味がはっきりするだろう。また別の例を挙げれば、夜あなたの家に泥棒が入り貴重なものを盗んだとする。そして庭先にその泥棒の足跡が見つかったとする。その時すぐさまその両足の足跡の上でもぐさをたくと、泥棒の足の裏は腫れ上がり、自分から自首して許しを請わない限り、休むことも眠ることもできなくなるのである。これもなぞらえるという言葉で表現された空想的意味の一つである。そして次は無限鐘のさまざまな伝説でも示される例である。鐘が深い沼の中へ転がり捨てられた後は、それを突き破ろうにも鐘をつく機会はもちろんなかった。しかしその機会を失ったことを残念に思った人々は、空想的に代わりのものを叩いては突き破り、それでもって密かに鏡の持ち主だった霊にあやかろうとした。そうしたことをした人の一人が梅ヶ枝という女で、伝説では武将梶原景末との関係で有名である。二人は一緒に旅をしていた。梶原はある日金に困り、非常に難儀な状態に陥っていた。すると梅ヶ枝は無限鐘の話を思い出し、聖堂の蝶椿を取り出して、それを無限鐘とみなし、それが割れるまで叩きに叩いた。そして同時に300両の鐘を追い求めて大声で叫んだ。二人が泊まっていた宿の客の一人が、蜂を叩く音や大きな叫び声に何事かと訳を聞き、困り果てた身の上を聞くに及んで、梅ヶ枝に金300両を恵んでくれたというのである。後に梅ヶ枝の蝶椿にまつわる歌ができ、その歌は今でも芸者によって歌われている。梅ヶ枝の蝶椿叩いてお金が出るならば、皆さん身請けはそうで頼みます。こうしたことがあってから無限鐘の評判はますます高くなった。多くの人が梅ヶ枝の幸運に自分もあやかろうとした。そうした人々のうち、無限山の近くの大井川のほとりに住む怠け者の百姓がいた。
勝手放題な生活のうちに財産を使い尽くした挙句、その百姓は自分の庭の土でもって無限金をこしらえ、その土で作った金を叩いて、ひたすら大金をくれ、大金をくれと大声で叫びながら、その金を叩き壊した。すると、庭の土から長い髪を緩やかに溶かした白衣の女が蓋をした壺を持って目の前に現れた。そうして言った。あなた様のご熱心なご祈祷を叶えるべく、私めが参りました。それゆえ、この壺を何とぞお受け取りくださいませ。そう言うと、女は壺を男に手渡し、消え失せた。男は自分の家へ大喜びで飛んで帰ると、朗報を妻に知らせた。そして妻の前に蓋をした壺を置いた。ずっしりと重い壺であった。夫婦は二人一緒にその蓋をこじ開けた。見るとその壺は縁までいっぱい。いや、いけません。それがなんでいっぱい詰まっていたのかは、さすがに私も口に出しかねます。